はい、皆さんこんばんは。本日はですね、以前ご紹介したサンドバイパー、こちらのですね、マウントですね。一応加工してエポキシ樹脂とかですねつけたり、あと接着剤とかつけてやったんですけれども、まあすぐ見事にですね簡単に、取れてしまいました。それでですね、以前の動画で下がですねすぐシリンダーになってるので、まあちょっとネジの留めるのは難しいっていう話もしたんですが、シリンダーのこの上部ですね、ここが金属、多分アルミだと思うんですけど金属になってるんですね。若干ちょっと薄いんですけれども、ちょっと金属だったので、ここにちょっと穴を開けてですねネジ打ちしてみようかなと。であともともとですねここ2箇所穴が開いてるんですね。なのでここの穴もちょっと利用したりとかしてネジを留めてですねなんとか固定できないかというのを試してみようかと思っています。そこでですね、まずこれがレールですけど、レールのこの部分ですね、ここにはね先ほどもともと穴が開いてたこれに合わせるために、2.5 ミリのですね穴をドリルで掘りました。でこちら先端はですね同じにすればよかったんですけど、私ここは1.5 ミリのドリルで穴を開けてですね一応下と上合わせています。で、ここからですねちょっとネジを買ってきまして、もともとこういうですね浮きなし小ネジみたいなのを探したんですけれども、この細さに合うのがなかったので、一応この 2.5 ミリで開けた方はですね M2.6 っていう、2.6 ミリのやつだと思うんですけど、そのネジを使おうと思っています。でこちらはですねもう M2 といって、2ミリだと思うんですけど、そちらのネジを使ってネジ穴を、ネジの溝をネジで作ってってですねちょっと止めてみようかなと思っています。それでですねダメだったら、この動画はまずボツになりますけれど、ちょっとですねそれでどれぐらいの耐久性があるか見てみたいと思います。なのでこのもう穴はですねもうピンバイスとかで穴開けてますので、早速ネジをつけていきたいと思います。はい、ですねまずネジなんですけれども、前方の M2 ネジの中でサイズがいろいろあってですね、これサイズがいろいろあるやつ探してきたんですけれど、M2 のですね高さを多分8ミリでまずはやってみたいなと思います。でもネジロック剤をつけてるので、8ミリで今打ってみたんですが、ちょっと長すぎて頭が出てしまうので、ちょっと6ミリに変えてみたいと思います。あとですねこのネジ穴 1.5 ミリのピンバイスで開けて2ミリを入れるのはなかなか難しいので、もしかしたら2ミリのピンバイスで開けてもいいかもしれません。私はちょっと削ったりとかして穴を広げました。ちょっと6ミリ変えてみたいと思います。ちょっとですね私がネジをですねちゃんとしたの買えばよかったんですけど、本来こういったですね本当に頭の低いネジで、しかもこの溝、ネジの溝っていうんですかね、ここの部分ですよね、見えませんかね。このちょっとした高さが出ちゃうネジをこれでもサラネジなんですけれども、ちょっと購入してきたので、このネジのね縁の部分っていうんですかね、少し周りを広げてあげる作業がちょっと必要になるんですね。じゃないとちょっと高さが出ちゃってですねドットサイトに影響するかなというので、極力ちょっと掘ってみました。でこれでですね再度ちょっとチャレンジしたいと思います。ちょっと中央のやつはですね高さ6ミリだとすぐ取れちゃったので、ちょっと8ミリでやってみたいと思いますが、ちょっとどうでしょうかね。
すいません、8ミリだとですねちょっと長すぎるので、やっぱりちょっと先端をリューターでちょっと削りましたね。じゃあちょっともう一回これでやってみたいと思います。これ一応シリンダーは動きます。これがちょっと目いっぱいかもしれないですね。こんだけやっぱりちょっと高さは出ちゃいますが、ちょっとこれでいきたいと思います。じゃあ前方もつけたいと思います。はい、前方は一応6ミリで入りました。あとここの通常のネジをつけて一旦これで実写してみたいと思います。それではですね、空打ちですけど実写してみたいと思います。さてどれぐらい持つか。微妙ですね。もう動いてるかな。ちょっとドットサイト外してみますね。もう前方は浮いてますね。こんなじゃ外れちゃったのかな。ちょっと確認します。